今回はシート喪失の危機に立たされているドライバーの現状を見てみます。2023年に F1 フル参戦デビューを果たした3人のうち、すでにアルファタウリのデフリースが成績不振が原因で解雇されています。デフリースは F2 からステップアップを果たしたピアストリとサージェントとは違い、フォーミュラ E を経由していたこと、そこでタイトルを獲得していたこと、さらに28歳というベテランドライバーだったことが災いし、他の2人のルーキーとは比較にならないほど期待され、求められていたものも非常に大きかったと言えます。しかし、わずか10戦でのシート喪失には同情する声も非常に多かったです。ヘルムート・マルコは、彼は F1 では復帰できないと追い打ちをかけており、それがデフリースをさらに追い込んだと言えるでしょう。個人的には、デフリースは冷酷なヘルムート・マルコの最後の犠牲者ではないかと感じています。F1 ドライバーは、たとえルーキーであろうと、時折光り輝く結果を残す必要があります。デビューイヤーの角田裕樹は、開幕前テスト、開幕戦の予選、決勝で世界を驚かせました。1年間を棒に振ったピアストリも、今ではノリスと遜色ない走りを披露し、先日のベルギーグランプリのスプリントでは、見事に2位表彰台を手にしています。デフリースも何かしら光るものを見せていれば、サマーブレイク前のシート喪失はなかったかもしれません。2023年で契約が切れるドライバーは、こうなっています。メルセデスとハミルトンは、現在交渉中で、年末には契約が更新されるはずです。そして、アルファタウリの角田裕樹も、今の走りを維持すれば、問題なくチーム残留。もしかしたらレッドブルへの昇格も夢ではありません。チームメイトのリカルドは、レッドブルとどのような契約を交わしているかは不明ですが、おそらく角田裕樹に負けてしまったら、レッドブルグループと決別するかもしれません。ノリスに敗れたリカルドが、立て続けに若手の角田裕樹にも敗れることがあれば、たとえ下位チームであっても、他チームは彼を欲しがらないと思います。リカルドには、ハースのギュンター親分が興味を示していますが、そのハースの2人も今年で契約が切れます。昨年はチームを引っ張ったマグヌッセンですが、今シーズンは完全にヒルケンベルグの影に隠れ、サマーブレイクを迎えた時点で、ヒルケンベルグの9ポイントに対し、わずか2ポイントしか獲得できていません。2人の予選対戦成績を見ると、ヒルケンベルグが9勝3敗で大きく勝ち越しています。昨年はミックに格の違いを見せつけたマグヌッセンですが、今シーズンは今のところヒルケンベルグに格の違いを見せつけられているのです。長丁場の決勝レースになると、ハースのマシンは徐々に後方に沈んでいきますが、予選での一発の速さは見事というしかありません。レッドブルのヘルムート・マルコもヒルケンベルグを名指しで評価しているので、彼のチーム残留は間違いないと言えるでしょう。しかし、ヒルケンベルグ自身は、さらに戦闘力の高いチームへの移籍も視野に入れているので、今後いろんな可能性を含んでいるベテランドライバーと言えるでしょう。一方、今シーズンでハースで6年目を迎えているマグヌッセンのシート確保が難しくなっているかもしれません。このままヒルケンベルグに圧倒され続ければ、シート喪失にも現実味を帯びてくると思いますが、長年チームに貢献してきたマグヌッセンをギュンター親分の優しさが救うかもしれません。先日、ルーキーには価値がないと言い放ったギュンター親分が F1 で経験の少ないドライバーを起用するとは思えません。そのため、もしマグヌッセンを切ったとしても、後任のベテランドライバーを誰にするのか注目です。来年からアルファロメオをタイトルスポンサーに迎えると言われているハースに対し、アルファロメオがドライバーの人事について何かしら口を出すことはあるのでしょうか。個人的には、リカルドがフリーになっていたら、ギュンター親分が拾うような気がしています。あとは、リカルドが年俸を減額するだけかもしれません。アルファロメオのチョウ・グアンユーも、今年いっぱいで契約が切れます。チーム代表のアレッサンドロ・ガルンニブラービはこう語っています。サマーブレイクの後、チョウとじっくり話し合う時間がある。双方にとって何が最善なのかを検討することになる。
我々の目標は来年も2人のドライバーを残すことだ。しかしウィンウィンの状況を築くためには全ての要素を整える必要がある。現在の獲得ポイントを見るとエースのボッタスの5ポイントに対しチョウ・グアンユーは4ポイントとなっています。マシンの戦闘力的に下位に沈んでいる中、チョウ・グアンユーはよくやっていると言えるでしょう。FIA 会長が今後の F1 には米国のチームと中国のチームが必要だと語っていることもあり、今の F1 には中国人ドライバーのチョウ・グアンユーが必要で、彼には来年もシートを確保する資格があると言えるでしょう。そのため今後何もなければこのまま来年もチームに残留すると思います。そしてルーキーのウィリアムズのサージェントです。米国人ドライバーは今の F1 には確実に必要です。しかしピアストリとは対照的に、これまでのサージェントはルーキーに必要な光る走りを披露できていません。開幕からシートを手にしているドライバーではサージェントがただ一人ノーポイントのドライバーです。チームメイトがアルボンの彼の状況は角田裕樹がデビューした2021年のガスリーとの関係に似ていると思います。サマーブレイク前は仕方ないにせよ、アルボンの仕事っぷり、活躍を間近で見てきた彼がシーズンの後半戦も同じような走りしかできなければ来年のシートの確保は難しくなるかもしれません。同じルーキーのピアストリがあれだけ活躍しているので、それが彼にとってあだになるかもしれません。このままサージェントが低空飛行を続けるようなら、米国的にはコルトン・ハータの方が良さそうな気もします。ただコルトン・ハータにはライセンスポイントの問題があるので現実的ではないですが、その場合マクラーレンのアレックス・パロウにチャンスを与えても面白いと感じています。ルーキーには3年の経験が必要だと思いますが、それは1年目にどのような走りができたかどうかで変わると思います。ちなみに今年2年目のチャンスをもらっているチョウ・グアンユーは昨年のデビューイヤーの開幕戦でいきなり10位入賞を果たし、シーズンを通して計3回入賞し6ポイントを獲得しています。エースのボッタスは49ポイントも獲得していたのでその差は歴然ですが、その中でもチョウ・グアンユーは時折光る走りを披露していたと言えます。現在エースのアルボンですらわずか11ポイントしか獲得できていないので、角田裕樹とチョウ・グアンユーのデビューイヤーのマシンよりもサージェントは戦闘力の低いマシンと言えるかもしれませんが、予選では一発の速さを披露することはできると思います。現状のサージェントには特に予選でのインパクトが求められるのではないでしょうか。これらのドライバーの去就は早ければサマーブレイク明けの数戦で判明すると思います。彼らにとっては一戦たりとも気の抜けない戦いが続きそうです。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。